皆さん、こんにちは。ハートレスのシャドウです。ノーバディのダスクだぞ。今日はキングダムハーツ3の RTA をやっていきます。難易度を選択すると同時にタイマースタートです。カテゴリーはクリティカル、2%、PC です。要はひたすら早くエンディングを目指すってことだな。そうなりますね。ちなみにクリティカルは本作品における最高難易度となっています。どう難しいかは後で説明するんだぜ。最初に一つ伝えておきますが、本動画は非常に多くのガバがあります。そこのところは温かい目で見守ってください。奏者はこの RTA を始めてからまだ半年も経っていないらしいぞ。オープニングをスキップしたら、この後ステータス選択を行います。キングダムハーツといえば最初にステータスの伸ばし方を選択できるのが通例だな。本 RTA では魔法力を重視した選択を行っていきます。なぜなら、キングダムハーツ3においては魔法力をひたすらに上げていくのが最も効率がいいからです。最初の選択では、HP と MP の割合を決めることができます。当然ながら最も MP が高い選択をします。ここの選択は後から変更できないから、通常プレイでも頭を悩ますよな。右枠に書いてある通り、最大で初期 MP は20変わります。序盤の魔法は消費 MP が10程度なので、かなり大きい差だと言えますね。しかしクリティカルだとそうはいきません。どういうことだ？実はクリティカルモードだと、HP と MP が全て半分になります。だから実際の選択による MP の差は10になります。それは、なかなかに厳しいんだぜ。ちなみに敵の攻撃力は全て2倍になります。はそれはさておき、ここでは覚えていくアビリティの順番を選択できます。当然ながら魔法を強化できるアビリティが序盤に手に入る選択をします。不思議な力を選択すると、レベル2でマジックコンボセーブを取得できます。このアビリティが MP が半分になっているクリティカルにおいては非常に大切です。その代わり防御系のアビリティは全く覚えられないから注意が必要だぜ。ここでは DLC で追加された要素を加えるかどうかを選択できます。本レギュレーションでは使用は禁止されているため、DLC 要素は抜きで冒険していきます。敵の HP を全部1にするモードで冒険した時の爽快感は半端ないぞ。ちなみにですが、そのモードでの最速クリアを目指すカテゴリーもスピードラン .com には存在します。まあ、現状やる気はありませんが、意外と楽しいかもしれませんね。すべての選択を終えたので、ここから戦闘が開始します。一応ここもチュートリアルの一環ですが、油断してるとゲームオーバーになるので注意します。なんだこのウユニ塩湖みたいな場所は？ウユニ塩湖っていうのは、ウユニ塩原、スペイン語サラーディアヤにはボリビア中央西部のアルティプラーノにある塩の大地。標高約3700メートルにある南北約100キロの車道線です。右斜め前方にドッジロール。運が良ければ1コンボで3体を倒せますが、今回は失敗。ダークサイド線。少し左斜め前に走ってから右手に1コンボ。攻撃をガードして左手にカウンターを、地上に、罰攻撃で空中に浮上。そのまま顔面をロックオンし、2コンボ叩き込みます。そしたら空中から黒い玉が落ちてくるので、攻撃しながら、ガードからのカウンターを駆使し体力を削っていきます。カウンターできてないけど大丈夫か？これダークサイドの身体の動きや、空の多少な動きのズレのせいで毎回防御できるタイミングが完全に変わります。状況によってはパターンに入りますが、そうじゃない場合は完全にアドリブです。ダークサイドの腹からこちらを追尾する球体が発射されたので、距離を取り、ガードカウンターを決めます。理想としてはあの球体が発射される前に倒したかったですが、結構難しいです。以上でチュートリアルは終了となります。ここから空たちの冒険が始まるんだな。そうですね。しばらくムービースキップがあるので、難易度クリティカルについて説明をしておきましょう。先ほど言った通り、クリティカルだと空たちの HP と MP が半分になります。しかも受けるダメージが2倍になるんだろ？そうです。ですから基本的に敵の攻撃は2、3回ほど食らうとゲームオーバーになることが多いです。ただ、それだと難易度が高すぎるので、クリティカルでは冒険開始時点からアビリティと装備が装着されています。それにより最初からわずかにステータスが高く、機動力においてははるかに優れたものとなっています。それでは、オリンポス、スタートです。PC 特典のキーブレードを外し、エーテル2個、ポーションを装備、ドナルドからエーテルとポーションを回収します。ここでアビリティを変更。詳しい解説は右枠を参照してください。オリンポス最初の戦闘です。敵の攻撃は一撃、最低でも2撃食らうとゲームオーバーなので注意しましょう。開始と同時にラージボディの後ろに回り込み、攻撃1回から×ボタンで対象を空中に打ち上げる攻撃を使います。この攻撃は1コンボ中に一度しか放つことができないので、毎回コンボが切れるのを待ちましょう。一定の高さから落ちると強力なダイブ攻撃を放つことができます。これで敵の一掃を狙います。全然一掃できてないぞ。今回は敵のまとまりが悪かったですね。うまくいくときは3体程度しか余らないんですけどね。ここでのタイムロスはどのくらいだ？ざっくり10秒弱です。序盤からそんなにロスして大丈夫なのか？オリンポスはかなり乱数に依存するワールドなので、突破率を重視しています。そんなんで高記録が出せるとは思えないんだぜ。ちなみに高乱数を粘りすぎると、4時間以上オリンポス突破できなくなりますよ。
崖を登るときは、登り切る直前にスティックを離し、エアスライドをします。そうすると、一部のモーションをキャンセルできるので0.5秒ほど短縮です。ここで再びムービースキップが入るので、この RTA について一つ説明しておきます。本作品の RTA の計測は RTA ではなく、IGT となっています。どういうことだ？インゲームタイムのことでロード時間を抜いた時間での計測方法です。ロード時間は PC 性能に依存するからか。そうですね。細かい説明はまた後でします。戦闘開始前にカスタマイズ。ウォーター、ファイヤー、エーテルを装備し、ドナルドとグーフィーは、空だけを回復するようにします。さらにヘラクレスは攻撃をしないようにし、ただの保護者になってもらいます。ここからイベント戦の連続です。そしてここで作中でも屈指の強さを誇るハートレスが出現します。RTA 始まってまだ5分だぞ。開幕、左斜め前方の石柱にエアスライド、周囲のフレームコアを集めます。打撃を加え、さらに集めたら、複数に当たる位置でウォーター、残った HP は打撃で削ります。味方とは別方向に行き、空域からウォーター2回でフレームコアを倒していきます。味方とは離れた位置で戦うのはフレームコアが落とす MP プライズを横取りされないためです。MP 残量を確認しながら確実にフレームコアにウォーターと打撃を組み合わせて倒していきます。振り向いたら飛び回っているフレームコアがいたので、ウォーターを打ち込み、地上にいる方を倒しに行きます。ここで MP がなくなりますが残っているフレームコアには全てウォーターを当てているので心配ありません。はい。というわけで、次の戦闘までにフレームコアくんの説明をします。スムーズに倒していたように見えたけど、どうしてあいつがそんなに強いのか気になるんだぜ。簡単に言えば、フレームコアは特定状況下で完全無敵になります。完全無敵？加えて、一定確率でこちらを完全操作不能にする技を使います。それは、やばすぎるんだぜ。ただ弱点はあって、見た目の通り水が弱点です。なので MP 管理をしっかりした上でウォーターを当てていきましょう。ここの戦闘は手前の敵を倒したら、徐々に奥に向かっていきます。最奥にいる敵を倒したら、その左にいる敵に向かって空に。ウォーター、スパイラルアッパー。これで壁際にある壺から MP プライズを回収できます。再び仲間とは別方向に行き、MP 残量と敵の残りを見た上でウォーターを使っていきます。フレームコアはウォーターだけでなく、ブリザドも弱点です。ただブリザドはこの時点だとドナルドしか使えないので、彼が頻繁に使ってくれることを祈りましょう。ここまでの戦闘では仲間に MP プライズを盗まれていないので、非常に順調です。燃えている道は本来であれば、グーフィーの盾に乗って移動します。ですが、空単身の方がはるかに早いです。グーフィー。かわいそうなんだぜ。フレームコアの説明に戻りますね。フレームコアは打撃を何回か受けると、一定の確率で暴走状態になります。そうなると、こちらの打撃を当てることはほとんど不可能になります。うるさいですよ。暴走状態になったフレームコアを止めるには、ウォーターかブリザドを当てるしか方法はありません。そのため、暴走状態時に MP がない場合、ドナルドのブリザドを祈るしか方法がなくなります。MP 管理はこのマップでは非常に大事です。ここの戦闘も再びフレームコア戦です。偶然にも目の前に石柱があるので、回転することでフレームコアを1箇所に集めます。ウォーターを4個体に同時に当てることができると非常にいいです。ウォーターが当たっていない個体にウォーター、暴走状態になった個体にウォーター、追尾性能があるウォーターですが、石柱に当たって消えてしまいました。余計に MP を消費しなければいけないのは厄介です。というのも、このテーベの街で最も厄介な戦闘がこの後あるからです。どのくらい厄介なんだ？最悪リセット。リセットじゃなくても30秒前後のロスが当然のように起こります。それはプレイングでカバーできないのか？最近はかなり安定してきて、運が悪くても20秒ほどのロスで済むようにはなってきてます。それでも安定はなかなかしませんね。その戦闘、かなり楽しみなんだぜ。ただ、想定以上に MP を消費したので道中で回復します。襲われてる人がいるぞ。時間は命より重いんですよ。このガラクタの山の上にある壺の山から多少ですが、MP プライズを回収できます。ここも少し入り組んでいますが、スーパースライドを使用し、一気に駆け抜けていきます。スーパースライド終わりに攻撃を使っていますが、この攻撃のオートエイム判定がかなり広いので注意しましょう。さあ、ここが問題の戦闘です。この戦闘からフォームチェンジが使用可能になります。というわけで、敵の第一陣はフレームコア渋滞です。早速やばいんだぜ。ここではオタラとセカンドフォームの同時発生を狙っていきます。ダメージを食らっていきますが、敵から MP プライズが落ちるので多分大丈夫です。運悪く死んだらリセットしましょう。ここ、グーフィーに泥棒されました。この動きで希望通りに行く可能性は約 70% ですが、無事に同時発生しました。オタラを発動と同時にセカンドフォームのノックバックを利用し、複数のフレームコアにオタラを当てます。ここで MP を一気に回復できたので、第二陣のシャドウたちを一掃します。空1、ウォーター4回からセカンドフォーム空中フィニッシュ技のマグネスプラッシュを発動。第三陣、フレームコア5体です。
MP が残り少ないですが、ここでは惜しみなく MP を使っていきます。第4陣、ソルジャーたちが10体ほど出現します。マグネスプラッシュを発動しますが、位置が悪かったため、ほとんど巻き込めませんでした。ボタラは範囲が広いので、敵集団の中央で使うと効率がいいです。連携技のグーフィーボンバーはこの戦闘の敵を全て一撃で倒せるのに加え、範囲が非常に広いです。グーフィーを敵集団の中央に投げ込み、一掃します。第5陣、フレームコア5体です。倒した敵から MP プライズを回収したので、ちょうど MP が回復しました。ここでも MP 残量を見ながらウォーターを当てていきます。ちなみに先ほどから食らっている火の玉ですが、全てに一定の確率で操作不能の状態異常になる可能性があります。状態異常を引いていないのは運がいいですね。戦闘終了時間1分40秒でした。ちなみに過去最速は2分5秒です。今回はほとんど平均タイムくらいでしたが、グーフィーボンバーがなかったら、かなり遅くなっていたと思います。なかなかに忙しい戦闘だったんだぜ。ここでアビリティを変更。安定ルートを取りたい場合、さっきの戦闘前にドローとマジックコンボセーブを装着した方がいいと思います。テーベの街、最終戦、ロックトロールです。この戦闘からアトラクションが使用可能になります。運がいいと戦闘開始にアトラクションが使用可能になるチャンスマーカーが出現しますが今回は出現しませんでした。そのため15秒ほどのロスが確定しました。そのチャンスマーカーが戦闘開始に出現する確率はどのくらいなんだ？この戦闘に関しては体感 65% くらいな気がします。高くもなく、低くもない微妙な確率だな。それでも、うまく倒せれば多少は短縮できるので、そこまで悪い乱数だとは思っていませんね。おい、死にそうになってるけど大丈夫か？時間は命より重いです。あとロックトロールは基本的に攻撃が大振りでガードが容易なので油断していなければ大丈夫です。ガードカウンターをうまく使っていけば効率よく HP を削れますよ。今更ですが、アトラクションを使って残りの HP を削ります。遅すぎる発動なんだぜ。あと言い忘れてましたが、このロックトロール戦で MP を一度全て使い切っておきましょう。この後の戦闘では MP が必須になりますので、これでテーベの街は終了です。オリンポス山に向かいましょう。本作品の RTA での戦闘は乱数によってタイム差が大きいです。そのため、乱数が関係ないマップ移動が重要になります。特にクリティカルは初期から移動性能が高いので、タイムに大きく影響します。こういうミスは避けたいですね。敵を攻撃し距離を稼いだら、水の中にある宝箱を回収します。ここの移動ですが、岩の当たり判定がかなりしっかりしているので、当たらないように注意します。多少迂回してから、エアスライドで坂を登っていきます。ここの崖を登るときも、登りきる前にスティックを離し、エアスライドで方向転換。エアスライド後、スムーズに崖を登ることができると早いです。ここで崖を登ったら左にある岩の上へ行きます。本来であれば戦闘をしなければ進めない道へ空中から侵入します。エアスライド、空位置、エアスライドとタイミングよく入力。高度を維持しながら、先へと進んでいきます。本当ならこの滝の下で戦闘しないとここには登れないぞ。このまま上へ登っていき、ボス戦へと向かいます。ここでドナルドとグーフィーにアビリティを装着します。特にグーフィーにつけるラックアップはチャートに大きく関わります。ちなみに移動方法ですが、基本はスーパースライド攻撃エアスライドが最速です。ここでムービースキップをした後の移動方法が本作品での最速移動方法ですが、特定の地形でのみ行えます。連続でエアスライドを決めるのは早いぞ。ここでオリンポスのボスその1、ロックタイタンです。まずはロックタイタンの元へ向かっていきます。ムービースキップの選択もできるだけ最速で行うようにしましょう。ここで上から落ちてくる岩は毎回固定です。少し登ってから、左側にある草を目印にしてムービースキップ。左側に2回エアスライドをして、3回目で壁に着地し、スーパースライド。細い道ですが、こう移動するとかなり速いです。ここで宝箱からハイエーテルを回収。絶対に忘れないようにしましょう。ここの地形も連続エアスライドができるので、積極的に狙っていきます。ようやくロックタイタンの元にたどり着くことができました。ここでの岩の落下も固定なので、同じ動きをしていれば問題ないです。それではここで RTA 技のロッククライミングを行います。難易度は高くないですが、失敗したらリセットなので、落ち着いて決めていきましょう。その技でどのくらいタイムを短縮できるんだ？おそらくですが、1分近くは早くなると思います。本来であれば、両足頭と HP を削らなければいけないのですが、なんか足の上に乗ってるぞ。ロックタイタンが足を振り上げたタイミングでジャンプ、空位置、ウォーター2回、空中フィニッシュ。これで膝へ登ります。後ろにカメラを回し、左手が下がってきたところでそこに飛び乗ります。腕のくぼみにはまるように攻撃をすると、空中コンボ2回で肘まで登れます。
そこからエアスライド、攻撃、エアスライドをして、ロックタイタンの顔までたどり着くことができます。名前の通り、岩山を綺麗に登ったな。あれなんかこいつ何もしてこないぞ。これ、本来であれば両足の後に顔にたどり着き、その際は攻撃をしてくるのですが、その過程をスキップした場合、ロックタイタンは何もしてこない無防備な状態になります。ただこちらからもロックオンができず、HP 残量も見えません。なのでセカンドフォームを発動後、残っている MP を全て消費し、ウォーターを使用。そこからアトラクション、マウンテンコースターのフィニッシュをすることでちょうど HP を削り切ることができます。これでロックタイタン戦は終了です。ちなみにここの区間は過去最速だったらしいぞ。道中の移動から、ロックタイタンの体を登るのがかなりスムーズにいきました。加えて、顔面への攻撃も全く無駄がなかったのが高評価です。再び移動です。ここで宝箱からフローライトを回収。この先の戦闘でセカンドフォームが必須となるので、急いで先へと向かいます。ここも傾斜がある道だから、連続エアスライドができるぞ。ただ今回は結構失敗してます。タイミングがかなりシビアです。ここの壁はセカンドフォームなら1コンボで壊すことができます。エアスライドをしたら、左斜めにドッジロール3回。セーブポイントで MP を回復したらドッジロールからエアスライド3回。3回目のエアスライドを地面ギリギリですることでスムーズに次マップへと移動できます。ここからが展開だな。展開で行う戦闘は2回です。最初の戦闘が失敗しやすいので注意しましょう。初見プレイだとこの戦闘で苦労した人もいるかもしれないな。後ろに下がりながら、戦闘真ん中にいる敵をロックオン。ファイヤーを3回当てるとひるむので、前進しながらウォーター3回から攻撃1回、ボタラを使用し、相手のアーマーを解除します。ソニックレイブを発動。敵を一掃します。運が良ければ、これで全体倒せますが、基本的に3体ほどは残ります。今回は2体でしたね。悪くないです。ここの戦闘終了から、シュートロックが使用可能になります。大きなダメージソースとして、本 RTA では最後までお世話になる要素です。右側に移動した空箱からフォーカスリカバーを回収。小ジャンプ、エアスライドで右の壁からスーパースライドで移動。ここら辺の移動は完全に固定化していますが、時々ミスるのでもっと練習が必要ですね。ここも地形的に連続エアスライドができますが、安定をとってスーパースライドを使っています。はいがばった。うるさいですよ。真ん中の水路に乗り、スライドをして進みます。スライドの終わりでスーパースライド。敵に攻撃、エアスライドで再び水路へ。前にある階段は当たり判定が強いので、距離を取ってエアスライドをしましょう。ここで新たなアクション、アスレチックフローが使用可能になります。敵や特定の対象物に高速接近できるこのアクションは、RTA 内で大活躍します。ここは本来であれば迂回しますが、真上を見ることで直接登ることができます。セーブポイントで MP を回復したら、オリンポスラストのボス戦です。ここのボスは残る3体のタイタン族。アイスタイタン、ラーバタイタン、トルネードタイタンだぜ。最初にアイスタイタン、ラーバタイタンとの戦闘。最後にトルネードタイタンとの戦闘となります。戦闘開始と同時にタイタンはこちらにブレスを放ってきます。こちらはアイスタイタンにシュートロックを使用。シュートロック直後、アイスタイタンにウォーターから接近。奴の右手に引っかからないように一瞬ディレイを入れます。攻撃をしたら、ラーバタイタンからブレスが来るので岩の影に隠れます。ラーバタイタンにウォーターを1セット。フィニッシュを当てると大きくひるむので、その間にアイスタイタンを攻撃。空1、ウォーター2回、スパイラルアッパーから1コンボをしようとしましたが、ラーバタイタンの動きを見て変更。頭振り下ろし後のラーバタイタンはしばらく何もしないので、その間にダメージを稼ぎます。セカンドフォームで攻撃をしますが、ラーバタイタンが無敵状態になったので、ターゲットを変更。振り払いから出る炎はこちらを少しだけ追尾してくるので注意しましょう。ラーバタイタンの攻撃方法は3つあり、そのうち2つの攻撃中は無敵状態となります。なので攻撃が通るときはラーバタイタンを積極的に狙っていきます。ラーバタイタンの攻撃乱数でタイムが大きく変わるぞ。頭振り下ろしはフォーカスから接近をすることで攻撃ができます。この攻撃をいっぱいしてくれると嬉しいな。再びラーバタイタンが無防備になったので攻撃を繰り返していきます。マグネスプラッシュはボス戦には不向きなので、その前で止めた方が効率がいいです。後ろにトルネードタイタンが出現したら、アイスタイタンに向かってラストアルカナム。丸ボタンをゆっくり押すことで、風による吹き飛ばしとブレスを回避します。フィニッシュ中は無敵時間だからそれを有効活用しているな。再び、頭振り下ろしをしてくれました。かなり運がいいですね。攻撃後の待機時間の長さ的にこれでラーバタイタンを倒すことができそうです。残るはアイスタイタンですが、シュートロックを使用する前に再びセカンドフォームの発動を行います。頭を下げられたので攻撃が当たりにくいですね。セカンドフォームを発動できたので、残りの HP はシュートロックを使って削ります。でもこれ位置取りが悪いから、シュートロックの一部は右の岩に当たって消えちゃってるんだぜ。全部当たってくれてば倒せたかもしれないので、これはミスですね。それでも全体的に見ればそこまで悪い乱数ではなかったと思います。
というわけで、続いてはトルネードタイタンです。トルネードタイタン戦は2段階に分かれています。最初は仲間と一緒に戦います。エアスライド3回で近づき、地上2から攻撃が来るのでドッジロール。そこからひたすらに攻撃を繰り返します。セカンドフォームだと火力が高いので、素早く HP を削ることができます。1ゲージほど削ったあたりでトルネードタイタンは上空に飛び上がり、瓦礫を飛ばしてきます。瓦礫を出すパターンは2つあるので、それを確認した上でガードして跳ね返します。トルネードタイタンが戻ってきたらソニックレイブを発動。ひるんだ時に HP が2ゲージ弱削れている場合、次段階へと移行します。ただ今回は次段階にすぐに移行しなかったぜ。はい。なのでカウンターを決め、HP をさらに削ったところで次段階へと移行させることができました。上空に打ち上げられてからは、空一人での戦闘になります。最初は飛んでくる瓦礫や、炎を避けて接近します。油断していなければ当たることはないでしょう。ちなみにですがここのトルネードタイタン2段階目がかなり乱数に振り回される戦闘となっています。ある程度接近すると、だいぶ攻撃が可能になるので、ここから戦闘開始です。一度飛ばされますが、攻撃とエアスライドを利用し接近。ある程度まで近くに来たら打撃の1コンボ。途中でスパイラルアッパーを入れた方が火力は高くなります。相手が通常形態になったら、空に、スパイラルアッパー、空に、ウォーター。これを繰り返すことで相手を一定の間隔でひるませ続けます。セカンドフォームが使えるようになったら発動。セカンドフォームの場合は最後の一撃だけをウォーターにすることで先ほどまでと同様にひるませることができます。そしてここでの乱数要素ですが、アトラクションが発動するかどうかです。アトラクションが発動した場合は 1.5 ゲージを一気に削ることができます。つまりは、運が良ければ今の段階で戦闘はもう終了しているということですね。今回は乱数が悪かったから、今まさにロスが発生し続けてるってことだぜ。そして、アトラクションが使えなかった場合、トルネードタイタン戦はかなり厄介になります。この敵は残念ながら HP が0になるまでひるませ続けることはできません。そして、一定時間が経つとこのように場所を変更します。こうなったらフォーカスで接近してから HP を削るしかありません。幸いにもラストアルカナムが残っていたので残り HP を削り切ることができました。これでオリンポスは終了です。トルネードタイタン以外は、そこまで悪くなかったと思います。ただそのトルネードタイタンで30秒弱もロスしちゃったな。まだまだ先は長い RTA です。気長にやっていきましょう。ここでワールドをクリアしたことで、新しいキーブレードが手に入ります。キングダムハーツ3ではキーブレードを3本装備でき、いつでも変更することができます。ここで手に入るヒーローズオリジンは、次のワールドで活躍します。そしたらここで装備を変更。ヒーローズオリジンとハイエーテルを装備します。イベントスキップが来るので一旦倍速します。続いてはイベント戦です。陸を操作してデビルズタワーに挑みます。DLC を抜くと、数少ない空以外を操作できる戦闘だぞ。開幕、地上攻撃を当てたら下がって攻撃を防御します。ここの相手の攻撃は確定ムーブです。目の色がオレンジから黄色になったら攻撃のチャンスです。サンダガ、エーテル、サンダガ2回でダメージを稼ぎます。王様が多く攻撃してくれることを祈りながら攻撃を続けます。デビルズタワーは攻撃時に受けるダメージが 0.2 倍になるのでガードカウンターに徹します。ここでシチュエーションコマンドのサンダガ、ダブルデュエルが同時発生することを祈ります。片方しか出なかった場合、10秒弱のロスです。両方出てくれました。相手が攻撃耐性になっていないことを確認し、ダブルデュエル、サンダガンを使用します。デビルズタワーがあまり攻撃してこなかったから悪くない戦闘だったんじゃないか？運が悪いと3連続で攻撃してきたり、王様が攻撃をほとんどしなかったりするので、今回みたいな戦闘は理想的な展開でした。ここでムービーの間にリンクを獲得します。リンクとは過去作でいう召喚のようなもので、MP が満タンの時に強力な味方を呼べます。ここで手に入るのはドリームイーターだな。キングダムハーツ 3D で味方になってくれたワンダニャンに乗っかりながら攻撃ができるぞ。このリンク、ワンダーバルーンは攻撃範囲に優れているため、RTA 内においてかなり重宝します。ここからグミシップです。キングダムハーツ3のグミシップはオープンワールドのような形式になっています。キングダムハーツ2とも大きく違うな。最初に右に向かいトラベルゲートを登録します。今は使いませんが、後々そこのゲートから出発するので登録しておきましょう。さらにこの道中では、通称岩ガチャが存在します。岩ってのは、今壊してる青い岩のことだな。この青い岩を壊すと一定の確率でキーブレード強化に必要な素材が手に入ります。そしてその素材が手に入ると、今後の宝箱を開けずに済むのでタイム短縮になります。出てきたら嬉しいのは、フローライト2個とダマスカス2個だな。そして私がガチャと呼んでいる理由ですが、それらの出現確率です。フローライトの出現確率は 2.5%、ダマスカスの出現確率は 0.3% となっています。フローライトはともかく、ダマスカスに関しては完全に UR 級の出現確率なんだぜ。この期間だと13個の岩を壊すので、計算上だと、それぞれが1つ以上手に入るのはフローライト 28%、ダマスカス 4% となりますね。
ちなみにフローライトが1つ手に入ると3秒、ダマスカスの場合12秒の短縮になるぜ。ここでは何も出ませんでしたが、出ないのが普通なので気にしないでいきましょう。あとこの岩ガチャはもう一度あるのでそこで出てくれるといいですね。そんなこんなで、次のワールドが見えてきたな。次のワールドはトワイライトタウンです。オリンポスと同じように戦闘において乱数がかなり影響するので、祈りましょう。オリンポスの時から祈ってばっかりなんだぞ。この RTA は終盤になるにつれて乱数の影響がなくなっていきます。序盤は仕方ないです。終盤で運が絡まないのは悪いことじゃないと思うぜ。まあ、なくなっていくだけで、完全になくなるわけではないですけどね。それでもかなりマシです。トワイライトタウンに到着したら、イベント戦です。俺たち、ノーバディが大量に出てくるんだぜ。キングダムハーツ3のダスクはかなり強化されており、攻撃時にスーパーアーマーが付与され、ひるまなくなるので注意しましょう。開幕、後ろにドッジロールからシュートロック、全体をまんべんなくロックオンします。エアスライドで場所を変え、ワンダーバルーンを使用。即座にフィニッシュします。そしたら再びシュートロックを使用。ダスクたちを一掃します。HP が多く残っている個体が左側にいたので、気持ち左側を多くロックオンします。第二陣が出現する前にヒーローズオリジンにチェンジ。敵の中心に向かってアスレチックフローを使用し、全体を巻き込んで攻撃。シチュエーションゲージを貯めていきます。フォームチェンジが可能になったので、カウンターシールドに変形。敵の中央でガードをし続けます。カウンターシールドは長押しで長時間全方向ガードをすることができます。2回ガードすることでカウンターラッシュが使用可能に、位置を調整し、より多くの敵を巻き込めるようにします。大抵の場合、ここでチャンスマーカーが出現するので、逃さないようにしましょう。シチュエーションゲージがある程度溜まっている状態でキングダムチェーンに変更してからアトラクション発動。アトラクションの威力は魔法力ベースなので魔法力が高いキーブレードを使用した方がいいです。アトラクション中は HP が0にならないので、ガンガン攻めていきます。使用中にも敵の位置や、数をできる限り把握しましょう。敵の数がほとんどいないと判断したので、アトラクションフィニッシュ。唯一残っていたダスクを倒し、ノーバディ戦終了です。戦闘終了時、カウンターシールド変形済みプラスシチュエーションゲージ 40% 程度は必須です。デビルズウェーブ戦。開幕しばらくの間は攻撃してこないので、攻撃を繰り返し、セカンドフォームを発生させます。相手が攻撃をしてくるまでにセカンドフォームを発生させることができないと、大幅ロスです。相手が攻撃態勢に入ったら地上に退避。カウンターシールドに切り替え、相手の攻撃を待ちます。ここで再び2回ガードしてカウンターラッシュをしますが、カウンターラッシュ終了時にセカンドフォームを発動します。そうするとなぜかカウンターラッシュが再び使用可能になります。これはバグ技なのか？いいえ、使用です。この戦闘は HP ゲージ3本ほど削ったら終わるので、もう少し削る必要があります。なので再びカウンターラッシュを決めて HP を削り、カウンターラッシュができてないぞ。ガードできたと思ったんですけど、カウンターするのがわずかに早すぎたみたいです。露骨に焦ってる動きしてるな。仕方ないので、残りは普通に攻撃をして削ります。デビルズウェーブは突進と飛び込みを行ったら、無防備な時間がかなり長いです。その間になんとか削ることができたのでデビルズウェーブ戦終了となります。ここに来てかなり大きなミスをしてしまいました。まあ、先は長いので切り替えていきましょう。トワイライトタウン移動の最初に装備を変更。ウォータカフスを装備します。あと今更ながらの解説ですが、クリティカルでは、クリティカルカウンターというものがあります。これはクリティカル専用のアビリティで、攻撃をギリギリでガードするとカウンターの威力が大きく向上します。デビルズウェーブ戦ではカウンターラッシュをクリティカルカウンターで行うことで、大幅に HP を削っています。ガードをした時に赤く光ってると、クリティカルカウンターが成功してるぞ。地下水路を抜けたので、ここで再びイベント戦です。ハートレスに襲われてるレミーを助けましょう。レミーの美味しいレストランは名作だぞ。開幕、左の木の前にジャンプし、ウォーター5回。そこからマグネスプラッシュでハートレスを1箇所にまとめます。ここでオタガンが発生するといいのですが、今回は発生しませんでした。魔法と打撃を繰り出し、再びオタガン発生を狙います。オタガンで複数の敵を倒すと高確率でチャンスマーカーが出現します。MP を回復したら、チャンスマーカーが消えるまでに攻撃をしてアトラクションを使用可能にします。ハートレスを倒す前に森の隅にある宝箱からエーテルを回収。これを回収し忘れると、次の戦闘で罪になるので注意しましょう。キングダムチェーンに持ち替えてシュートロック。2回のシュートロックで5、6体倒すのが理想です。木に当たるとラグナロクの弾は消えてしまうので立ち位置に注意しましょう。ここのシュートロックで早めに倒さないとアトラクションの時間がなくなるので注意。まだハートレスたちの HP がわずかに残っていたので接近して削ります。第2陣のハートレスが一定数倒されると第3陣が出現します。第3陣が出現したら、森の中央でアトラクションを発動。そのままフィニッシュ。ヒット数が12程度だと良い感じです。
今回はそこまで多いヒット数ではなかったですが、気にせずにワンダーバルーンを発動。アトラクションとワンダーバルーンのフィニッシュでここのハートレスたちの HP をちょうど削り切ることができます。アトラクションのフィニッシュが当たっていなかったハートレスが残っているので、急いで倒しに行きましょう。ワンダーバルーン後に1体しか残っていないのはかなりいい展開だぞ。ボタガン、アトラクションが発生してくれれば、ここは大きなロスにはなりにくい戦闘です。ここの坂道でも連続エアスライドが狙えます。最初はうまくいってないけど、最後には4連続で成功してるな。回復をしたら、屋敷の扉前に向かい、ムービースキップです。先ほどの戦闘でも、次の戦闘でもボタガンが出現してくれるかどうかでタイムが大きく変わります。ボタガンが出現する確率は、だいたい 50% 程度です。森の戦闘だとボタガンが発生しなかったら15秒のロスになるらしいぞ。次の戦闘では3回の試行回数で、ボタガン出現2回を狙います。最悪1回出現してさえくれればなんとかなります。逆に1回もボタガンが出現しなかったら、50秒はロスするらしいからリセットだな。それでは、お祈りをしながらハートレス&ノーバディ戦やっていきましょう。開幕、後ろ側にジャンプ、ウォーター5回、マグネスプラッシュ。大量の敵を一方方向に集めます。運よくボタガンが発生したので、敵の集団にボタガンを使用します。エーテル使用から、再びウォーター5回、マグネスプラッシュ。ここでアトラクションを使用可能になりましたが、ボタガンの方が優先度は高いです。敵集団に突っ込みながらウォーター、地上コンボでボタガンを狙います。発生したので、再びボタガンを使用。残っている敵を倒すため、アトラクションフィニッシュ。フィニッシュ後に敵の残数が3体以内が理想。今回はネオシャドウ1体でした。かなりいいと思います。ここの戦闘だけど、相手の攻撃は全て2回食らうとゲームオーバーだから注意だぞ。何はともあれ、これでトワイライトタウン内での戦闘は全て終了です。アスレチックフローとスーパースライドを使用しながら街に戻ります。こういう移動は他のキングダムハーツシリーズにはないスピード感だよな。スピード感はありますが、その分操作は難しいので、時々間違って反対方向に飛んでいってしまうこともあります。練習はしっかりしましょう。ここの移動も事故が起きないように完全に固定化して動いてるらしいぞ。微妙な当たり判定のせいで変な方向に飛んでいくのはこれまで何百回も経験済みです。街に戻ってきたことで再度イベントです。レミーのために食べ物を集めてあげましょう。集める食べ物は9個です。開幕、後ろにエアスライドから右側に攻撃。そこから3つの食べ物を回収。近くにある他のオブジェクトにターゲットがいかないように注意です。ここの宝箱は、岩ガチャでフローライトを獲得していればスキップできます。エアスライドで建物を移り、5個目を回収。ここ、横の街灯のせいで食べ物が回収できていないことがあるので注意です。残りの食べ物をサクッと集めたら、食べ物集め終了です。ここで新しいキーグレード、シューティングスターが手に入ります。キングダムハーツシリーズには珍しく、空が自発的に使えるようになるキーブレードだぞ。このシューティングスターですが、最も早く手に入る魔力特化のキーブレードです。そのため、しばらくはこのキーブレードをメインで使用していきます。トワイライトタウンを出る前に店で買い物をしていきます。買うものは、装備品マジックリング、この後料理するための食べ物です。詳しくは右枠参照。奏者は、この買い物選択がかなり苦手らしいぞ。十字キーを連続で押すのがどうしても慣れないらしいです。買い物を終えたら、キーブレードを強化します。シューティングスターを1段階強化することで、魔法力を上げることができます。これで魔法力を参照するリンクとアトラクションの威力を上げられるぞ。トワイライトタウンを出発したら、再びムービースキップ。このトワイライトタウンまでは、少しチュートリアルの一環のようなワールドです。ここからが本当の意味で冒険の始まりってことだな。でも、出発をする前に料理をします。キングダムハーツ3からの新要素の料理だな。これから作る料理を食べることで、ステータスを大幅に上げることができます。料理方法によっては、当時苦戦した人が多いかもしれませんね。奏者的には、最も難しいと感じる卵割りがなくてホッとしたらしいぞ。行う料理は3回。フランベ、食材カット、ペッパーミルです。フランベは、人によってやり方が違うと思いますが、奏者はステックを左斜め上45度から3周。3周目を真上90度の位置で止めるようにしています。続いては食材カット。ここでは PC 版の利点を活かしていきます。本来であれば左右のステックを使用しますが、それよりもマウスを振った方がはるかに早いです。ちなみにこれで、この RTA でのマウス、キーボードの出番は終了だぞ。最後にペッパーミルです。テンポよく左右のスティックを倒しましょう。ペッパーミルは最短で4回で終えることができます。5回になると2秒ほどロスするので気をつけましょう。と入っても、5回になることは滅多にないので心配ないです。なんか5回やってないか？右、左、右、左、右で5回やってたよな。心配ないんじゃなかったのか？おい、黙ってないで何か言ったらどうな。今回はここまでです。おい、待つ。何か気になることがあれば、コメントよろしくお願いします。ちょっと待て。ご視聴ありがとうございました。